皆さんこんにちは、深田由美です。あなたの心の隙間をお埋めします。エロアナウンサーです。言いたくなっちゃった。パワーアップして急に言いたくなっちゃった。パワーアップということで、はい今回は、はい深田由美にはい男性の手技について聞いてみた手技っていうのはちょっとこれ、規制とかね、はいなんかそういうのもあると思うし、毎回そういうことを言っちゃうともうバキュンバキュンになっちゃうんで、バキュンバキュンそうですね手技っていうふうにはい言わせてもらいます。そうですね手技っていうのはちょっとこれだけバキュン言います。手です。今回は深田さんたっての希望で、はいもうこれはもうこの動画はもう収益化しなくてもいいと語りたいと。いやもうだってもう全部しないじゃないですか。お願いしますいやよ。本当 YouTube さんお願いします。やっぱそういうのみんなほら気にしたりとかしてさ、出さない人ももしかしているかもしれないけども、ここは私はさ、はい代表としてやっぱこれはみんなのやっぱ教科書のなりたいからちょっと言うべきだなと、女性にもやっぱそういう痛い思いをしてほしくないっていうのはそうあります。だって載ってないからね、教科書とかそうなだんですよ。からそれをちょっと話していきたいと思います。では行こでは行こう。う。では行こじゃあまずこれだけはダメっていうのが AV は教科書にしてほしくないです。それだけは本当にダメです。う。正解ではない。そんなもう「あいく!」とか言って「わー!」みたいな感じでもうのけぞって「うっしゃー!」みたいな、それは見せるものであって、実際本当に気持ちいいとかって結構マグロだったりしますよ。やっぱ集中したいっていうのもあるし、ああ、はい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 。気持ちいい時はだ反応もそうからだ。そう AV はまず教科書ではないっていうのは、本当男性諸君の人たちにはやっぱ思ってほしいなって思います。本当に激しければ激しいほど気持ちいいっていう風に思うのが本当にマジでダメです。女性ってやっぱ痛いとか止めてとか言えないんですよ。だって相手のことが好きだから。友達にちょっと歌下手だねみたいなことをこうニュアンスとしてね。私はうまくリードできるけど、うんそのうまく気づけないような言い方をできるけど、普通の女の子ってこう言えないから、一番ダメなのがもうこうあります。でも本当にこれ教科書系なんで、本当に笑う系の恥ずかしい系じゃないです、そうですね、ちゃんと真面目に教育系なんでそう恥ずかしがっちゃダメです。非常にダメなのがこういうのとか、はいはいはいこういうのとか、この激しければいいっていうか早ければいいとか、それは本当にダメだなって思って、まず挿入してもうここ一切動かさないでください。こういう風にここの隙間があればあるほど気持ちよくないです。うんだからこの範囲をいかに狭くすることが気持ちいい。だからここでも入った瞬間に指だけを動かす。これの動かし方ももう本当に G スポットとかって第二関節をちょっと曲げたところにあるんですよね、上にこういう感じでもうちょっと押すってなっても、それが相手がちょっと気持ちいいって思ったから調子に乗ってこうやって早くしすぎてもダメなんですよ。大切なのはこう入って挿入してここの下の部分はあんま押さないこと。ああ、下がすごい大事ですね。ここ入ってあんまりここの下の部分、お尻部分ですよね、こっちがおへそで、もう本当にいかに下にここに当てないかゲームっていうか、あ、そんなもう当てないかっていう。当てないでもう本当に上だけを当てる。であんまり押されたら違和感を感じるんですよね、女性って。こういうぐらいがいい。なんかゆっくりの方が押した瞬間にビビビビビってくるんですよね。だからそのビビビビビって思ってるのにこんな早くやられたらビビビを感じる隙間もないじゃないですか、はいこう行かせたいとか、なんだろう、気持ちよくさせたいなみたいな、なんかこうこれから一緒に仲良くなっていくとしたら、そこで私的におすすめなのはおもちゃとかを使ってあげて、栗の方のとことかに当ててあげて、女性で気持ちよかったらもうずっとそれをやり続けてほしい。そうだからもう3秒後にこれで、また3秒後にこれでみたいな、なんかリズムが狂っちゃって、もしも行きたい女性だったら集中できないんですよね。なんかそうだから電動歯ブラシだと思ってもらいたいです。自分のこと動いてるものを動かしたら余計痛いから、だからこの動きとかで例えば相手に案を求めたらいいかもしれないし、例えばじゃあこれとこれどっちが気持ちいいとか、なんか123なんか3つやるからどれが気持ちいいか教えてとか言って、じゃあ1これねみたいな。で電話とかもなんかこれぐらいとこれぐらいどっちがいいとか、ちょっと疲れてきちゃったら自分で当ててって言って当てさせるとか、それで自分は指のそれを激しくしないで、ただただもう自分は機械だと思って、もうただこういう集中させてゆっくり動かすっていうのが本当に大事ですね。コミュニケーションにもなりますしね。あ、そうですね。そうそれも大事なんですよね、多そう分ね。大事ですね。あれなんですけど、ちゃんと周りとかはちゃんと濡れてる状態でやるっていう。なるほど、そこも大前提。そこはもう大事。なんか挿入時とかもそうなんですけど、中は濡れてても周りの表面が濡れてない場合とかもあったりするから、入れる時とかも別に溢れ出して、そこまで濡れるわけじゃないんだから、個人差もねありますしね。そうだからやっぱ表
表面はやっぱ乾いてるんですよ、女性は。何か入れてあげたりとか、何かしてあげてこうちゃんと入れられるようにしておくとか、そういうのも大事かなって思ったりしますね。そうシャワーの時とかが一番のコミュニケーションの場所だと思っていて、終わった後とか一緒にでシャワーとか入りながらなんかどれが気持ちよかったとか、なんかそういうことを言ったりとかするのがいいかもしれないです。なんか痛くなかったとか、そういうのをシャワーの時に言えるのがいいかもしれないです。これシャワーでちょっと反省点とちょっとこれからの気持ち改善点とか、これからの修復習みたいな感じでやるのがいいかなと思います。でこれを全くじゃ見てない男どもが、女性が見てる場合どうやったらリードしてあげられるかっていう話を、女性が男性をリード、もしもそうですね、展もしもこれ開をしなければ男性見てない場合もあるので、ちょっと痛いなって思ったら感じてる感じでもうちょっとゆっくりの方が気持ちいいかっていう、痛いじゃなくての方が気持ちいいかっていう、傷つけないですね。そう傷つけないで気持ちよかったらそこっていうそことそうそこって言ってそれずっと続けててっていう、なんかもう自分から提案したりします。123のバージョンでちょっといろいろやってみてみたいな。でそれでペース早くしてきたらもうちょっと遅く、それ気持ちいいみたいな。それ本当に気持ちよかったらそこって覚えさせる。いや確かにそれがもしかしたらその女性側からしてその男性を育てるみたいなことなのかもしれない。大事かもしれないですね、それが。そうじゃあなんかそのシャワーの時に良かったところをめっちゃ褒めてあげるそれは俺のここめっちゃ気持ちよかったみたいなそれ確かにね、それを言ってあげて、もうどんどん育ってあげる。なんかそこがダメだったよとかじゃなくて、なんかもうそれめっちゃ気持ちよかったって言ったらそれめっちゃそうですね。そういう会話って表じゃしないじゃないですか。いやそうだからこの女の子も自分にだけこんな話をくれているみたいな感情でもっと好きみたいな感じになるかもしれないですね。だからなんか一番やっぱやらない方がいいのは痛ふりとかもそうだけど、あと気持ちよくない、痛いのに気持ちいいって言っちゃうこと、本当に良くない。なるほど。どうでしょうか。総じてすごくコミュニケーションは大事なんだなって思いました。大事ですね、やっぱ大事。なんかやっぱ最初はやっぱうまくいかないことはあるので、それでお互いに何が気持ちいいかっていうのをシャワーで改善とかめっちゃここが良かったとか話したら、どんどんこう2人でレベルアップできるので、そうやっぱ気持ちいいとか人それぞれじゃないですか。うまく男性をリードしていきましょう。こんな感じでございます。そうですね、女性もね、やっぱり自分を大切にしながらそうです、男性を育てていくという、育てていくということで非常に勉強になりました。そんな感じでございます。ありがとうございます。先生というぜひともぜひとも参考にしてください。参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。